Hello, welcome to my channel. It's I. Today, I'm gonna talk about Sasaki Rikako-chan, a member of Hello Project Anjum. はい、今日は朝、ちょっとプリンを作って、さっき冷蔵庫で冷やしておいたので、それを食べながら、はい、ちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、では冷蔵庫でちょっと1時間ぐらい冷やしたプリンがこちらになりますカラメルソースが上に乗っています。ちょっとちっちゃいんですけど、このココットお皿がちっちゃいんですけど、ちょっとこれで食べていこうと思います。いただきます。美味しいです。成功です。カラメルソースがちょっと苦いんですけど、私はこういう苦めのソースのプリンが好きなんですね。だから美味しいです。よかった、成功です。そして飲み物はよく飲んでるソイラテです。はい、本題に入りましょう。今日は佐々木里香子ちゃんについて話していきます。もう私は前に動画で話してるんですけど、アンジュルムの中で特にみんな大好きなんです。みんなこの超ビッグラブなんですけど、特にリーダーの竹内あかりちゃんと佐々木里香子ちゃんの2人が特に大好きなので、推しメンと呼ばせてください。私の推しメンについて語りたいと思います。まず今日の話のメインなんですけれども、5月28日で佐々木里香子ちゃんがなんと20歳のお誕生日を迎えました。おめでとうございます。ハッピーバースデー。いや、本当に20歳っていうのはすごく、節目というかね、とても大きいタイミングじゃないですか。そんな日に私はなんと私の人生初のバースデーイベントに参加することができました。お祝いしに行くことができました。もうすごい感謝、すごく嬉しかったです。はい。でその時の話を今日メインにしていきたいんですけれど、まずはですね、そのりかこちゃんについてちょっとだけ軽く説明というか話しておくと、アンジュルムの3期メンバーです。でアンジュルムっていうのはもともとスマイレージっていうグループがあって、そこから改名してアンジュルムになっているんですけれど、そのタイミングで、りかこを含めた3期メンバーは加入しています。はい、なので本当にその変換期に入って名前が変わったっていうだけではなくて、そのグループのイメージだったり曲の雰囲気だったりっていうものもやっぱりアンジュルムになって変わるんです。はい、なのでそのタイミングで入ってきてずっとそのアンジュルムにいるりかこは、そうですね、アンジュルムの顔って言ってもいいぐらいなんじゃないかなと思いますし、その実際に例えばファンの方がアンジュルムに抱く印象、すごく簡単に言うとスマイレージって可愛いっていう感じだったんですけれども、アンジュルムになってそれがかっこいいっていう印象が強くなったと思うんですね。であとはやっぱりそうですね、ダンスのイメージが強いと思うんですけど、ダンサブルな曲も多かったりとか、個性豊か面白いファッションセンスがいい子が多いとか、そういうイメージをファンの人から、よく聞くというか、私も含めそういうイメージ持ってる人が多いと思うんです。で個人的にはそういうファンが見て感じているアンジュルムの印象っていうものを一番体現している人はりかこなんじゃないかなって個人的に思います。はい、そんな佐々木りかこちゃんのバースデーイベントの様子についてちょっとこれから話していこうと思います。はい、私が参加したのはですね、そのバースデーイベントの1部と2部とあるうちの1部の方に参加しました。で、セトリ以外の内容が違うので、コーナーの内容とかもね違うので、2部の方はまだ見れていません。そっちは DVD が出るまで我慢ですね。はい、で1部の方を逆にまだちょっと知りたくないっていう人はちょっとネタバレ含んじゃうのでご注意ください。はい、もう一言でイベントを表すと、笑いあり涙ありですね。はい、笑いは常に笑いの神がついてるので、そっちは置いといて、その
そうですね、涙の方なんですけど、その会場にいるのはやっぱりリカ子のことすごい好きなファンの人だから、なんかリカ子が泣くことについてはびっくりしないんですけど、なんかそのもしですよ、仮にいないけどその初めてリカ子をこう見た、その全然知らないって見た人とかがその場にいたらびっくりすると思います何がびっくりするかって、なんでこんなにこの子泣くんだろうって思うかもしれないなって思いますはい。とはいえね、20歳のバースデーイベントってやっぱり特別なので、結構そのハロプロで恒例なのはお母さんかお父さんかからのメッセージが結構こうサプライズ的に読まれるっていう演出があるんですね。で、どのメンバーもやっぱりそこはね感動するじゃないですか。やっぱりそこは泣く子がほとんどですし、もうすごい一番の感動ポイントなんですけど、私が行ったのは一部でして、一部の方では手紙読まれないんですよ2部の後半の方でそのお父さんとお母さんからの手紙が読まれたってことなんですけど、だからなんでじゃあ一部の段階からそんな泣いたのかっていうところなんですけれども、これに関しては自分のパフォーマンスに対しての悔しさで2回泣いてまして、で最後にファンの人とか周りの人とかへの感謝の気持ちで、また泣いていたって感じなんですね。で、その改めてこんなに自分の気持ちをファンにこうぶつけてくれる、しかもそのありのままぶつけてくれるんですよ。なんかちゃんとリカ子の言葉で話してくれるし、なんかそこに嘘がないっていうのがこう見ててわかるんですよ。多分正直な人だからこう嘘はつけない、ついてもすごい下手だと思うんですけど、改めてなんかそういう子なんだなってすごい感じて、でそのリカ子がエモーショナルだったり、感情表現が豊かな子で、すぐ泣いてしまったりとか、照れる時本気で照れてたりとかっていうのはやっぱりこうファンからしてみてもすごくそこも愛されてる部分なんですけど、私がそのすごいなって思うのは言っても10年選手なんですね。2011年のその震災の後に SCK ガールズっていう気仙沼のご当地アイドルユニットに入って、そこから10年経ってるんですよ。でハロプロに加入してからも8年っていう決して歴短くないというか長いんですよねはいまだ20歳なんですけど、その半分をこう芸能界で過ごしている子なのでにもかかわらず、そういうピュアな部分をずっと持ち続けてる、そのなんか少女佐々木梨花子みたいなところがずっとあるのが私はすごく大きい魅力だなって思っていて、今後もその梨花子ちゃんに持ち続けてほしい部分だなって、何歳になっても持ち続けていてほしいなって個人的には思います。はい、多分気仙沼時代の映像とかも全然残ってるので YouTube で検索したら出てくると思いますけど、その当時からすごい体格身長とかすごい伸びてるし、めちゃくちゃ大人っぽく、もちろん10年経ってるからめちゃくちゃ大人っぽくなってるんだけど、なんか目のキラキラ感が変わってないなって思うんですよね。プリン完食しました。美味しかったです。はい、パフォーマンスに関してなんですけど、バースデーイベントは割といろんなコーナーとかもあったりするんですけれど、パフォーマンスも結構しっかりやってくれて、今回のリカ子のバースデーイベントでは、全部で9曲披露してくれました。歌って踊ってくれました。はい。で、単純に私はそのバースデーイベントは初めてだったので、なんかこんなに推しの一人のパフォーマンスをずっと見続けられるってめちゃくちゃ幸せって思いましたはい、やっぱり目が追いつかないんですよ、いっぱいいると。だけど今日っていうかその日はもうなんかリカ子に集中できるって感じで、もうずっとリカ子だけを追っていればよかったので、もうすごいありがたかったっていうのと、あとは選曲も素敵だったんですけれど、そうですね、なんでこの曲を選んだのかっていうのをMC 間の MC で全部話してくれたんですよ。一曲一曲全部。それがすごく嬉しくて、やっぱりリカ子の中でもすごく考えて
ファンの人たち、自分のことを特に応援してくれるファンの人が今日は来るはずだからこの曲をやりたいっていうのとか、あとはチャレンジ曲、挑戦曲みたいなものも決めていて、この曲は今の自分には少し難しすぎるかもしれないけれども好きな曲だしできるようになりたいからっていう思いとかもあって挑戦曲を選んでるんですよ。でさっき言ったちょっと悔し泣きをしてしまったっていうのは、その挑戦曲を歌い終わった後に、リカ子の中では納得いかない部分が自分のパフォーマンスにあって、 MC の一言目も悔しいって言って泣いちゃったんですけど、あとはその最後の曲はその会場に来ているファンだったり、自分のことを応援してくれてるファンの人とか周りの人に対しての感謝の気持ちを込めてその曲を選んで歌ってくれて、それはもう本当にリカ子本人ももう歌う前からちょっとそこは感極まっちゃっていたし、歌いながらもう涙で歌っていたけど、私たちももう本当に会場のほとんどの人は泣いたと思います。もうすごい感動しました。リカ子の歌に関してなんですが、そのリカ子が悔しがってたようにこっちから見てても分かるミスっていうのが少しあったんですよ、2個ぐらい。ただそこを踏まえても私は今回のイベントで自分の予想以上の驚きがあって、歌に関してでリカ子の歌をますます好きになったっていうのが私の感想です。予想以上だったっていうのは高音の部分です。リカ子の声って低いんですよ。だから低音域中音域は得意なんですけれど、今までパフォーマンスを見ていて高音の部分が少し出しにくそうに、聞こえることもあったし、アンジュルムで、じゃあ高いパートがあった時に他の人が歌うたけちゃんとかかみことかの方がやっぱりそういうパートはやっぱり担当してきているので、そう思っていたんですけど、思ってた以上にすごい申し訳ない、こういう言い方しちゃうと申し訳ないかもしれないけど、全然それ以上に上手くてすごく綺麗だったんですよ。聞こえ方が思ってた以上にクリアだったんですよ、高音の聞こえ方が。でそれを感じる場面が多々あったっていうのが自分の中でのいい部分、いい意味での驚きだったっていうところです。そうですね。あとはやっぱり声がいいなって単純に声が好きだなっていうのも改めて思いました。でその歌に対しての悔しさというか、もっとっていう気持ちはリカ子から前から感じてるんですけれども、私の中でですけど、あくまで多分ここが課題なんだろうな、課題だとリカ子が思ってるんだろうなっていうところはあります。もちろん本人が言ったわけじゃないから想像なんですけど、全然違うかもしれないんですけど、おそらくここなんじゃないかなっていう部分は感じるんですよ。ただそこは今後乗り越えられると思います。私はリカ子なら乗り越えると思うし、そこを乗り越えたらかなりもうとんでもないことになると個人的には思っています。でも同時に思うのは頑張りすぎて喉を壊しちゃう人がたまにいるので、その手術をしなきゃいけないとかっていう風になっちゃったメンバーもやっぱり過去にいたので、そういう風にならないようにはしてほしいですね。ゆっくり喉を大事にしながら歌っていってほしいっていうのはファンとしてあります。あとダンスですね。ダンスは今回のそのイベントで改めてすごいなって思った箇所があって、ある曲の感想部分のダンスでフルパワーで踊ってたところがあるんですよ。多分その会場にいた方だったらそこの場面だろうなって多分分かると思うんですけど、そこだけじゃないですよ。だけじゃないんですけど、そこを見た時に改めて圧倒されたというかそうですね。やっぱりそのリカ子のダンスはいろんな人にもっと見てもらわないとダメだなって思います。もっと見てもらう機会がないといろんな人にって思います。あとはそのリカ子のダンスって当たり前かもしれないんですけど、やっぱ誰とも違うんですよね。鞘師の踊り方とも違うし、リカ子は高橋愛ちゃんをかなり尊敬している子なんですけど、
高橋愛ちゃんのダンスの種類とも違うしっていう、よしこ先生っていう振付師の方がいて、でハロプロにも振り付けを指導したりしてるんですけれども、その方曰く、その方がなんだっけな、なんかのね YouTube の企画で、歴代のハロプロメンバーの中でベストダンサー5人を選ぶみたいな企画で、歴代からなので1位は鞘師里穂を選んでたんですね。それは納得だと思うんですけど皆さんで、他に4人選んでるんですけど、4位に佐々木里香子って挙げてたんです。歴代では4位なんですけど、そのランキングの中で現役メンバーの中では1番に里香子を挙げてたんですよ。でその時のコメントで私が印象に残っているのは、100% 以上体からエネルギーを出して踊る子って表現をしていて、おっしゃる通りだなと思いました。なんかそのなんで引きつけられるかっていうところで、私は表現力かなと思っていたんですけど、それだけじゃなくてやっぱりなんかその体から放出されているエネルギー量が明らかに違うのが分かるんですよ。それはやっぱりライブで見るとよりね、生で見るとより分かるんですけれども、だからそのね、なんかマイナスイオンを浴びるみたいな感覚で、その里香子のエネルギーを浴びたい私はその間近で見たことがなくて、いつか最前列とかめっちゃ近い位置で浴びさせてくださいみたいな浴びたいみたいなそういう感じですね。気持ち悪いそれがなんかやっぱその佐々木里香子のダンスだなって今回また思いました。そんな感じでですね、一番最後はちょっと BGM の会場の BGM の音を下げてくださいって言って、また自分の言葉でね感謝を話してくれて、すごく熱い気持ちをファンも受け取りましたね。なんかあったかい気持ちで帰りましたし、なんかその改めて佐々木里香子を好きでよかったって、もう推し最高って思いました。なんかいや本当に私2部見たかった。だってパパママからの手紙とか最高じゃないですか。いやダメだ、我慢しますね、 DVD で見れるから。ということで最後にですね、ファン層の話をちょっとしたいんですけど、ハロプロ割と女性ファン多いと思うんですけど、でアンジュルムもより多いと思うんですけど、その中でもダントツで女性ファンがすごく多いんですよ、里香子は。で今回のバースデーイベントも6割以上女性でしたね。しかもおしゃれをしてきてる人が多かった印象です。やっぱり里香子自身がおしゃれだから、里香子に会う時にはなんかある程度おしゃれしていきたいっていうマインドになるんだと思う。私も正直そうで、そういう女性とか結構若い女の子とかが多かったですね。ということでですね、私のこのチャンネルを見てくれている視聴者層の9割以上が男性っていうデータがあるので、なんかよく見てくれてる方は里香子のことをどう思ってるのかっていうところは私は結構気になってるんですよ、逆に。あともちろん海外のファンの方がどう思ってるかっていうところも気になってるんですよ。なのでもしよかったらコメントに里香子について何でもいいのでそうですね、コメントをいただけると嬉しいなと思います。ということで今日も見てくれてありがとうございました。これからも佐々木里香子、アンジュルムを応援していきます。Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.